10世紀から11世紀にかけ、隆盛を極めた宇佐神宮が、神宮寺の弥勒寺を中心に、国東半島の6つの里に次々と寺院を開きます。この寺院群を総称して、六号満山と呼び、鬼才や魔界仏をはじめとする、独特の山岳仏教文化が花開きました。神と仏、そして自然と人間、その融和と共生を象徴した信仰の形。訪れるほどにその魅力はますます深まっていきます。大分県国東半島一帯にある六号満山の寺院群をご案内します。宇佐神宮に到着すると大鳥居が出迎えてくれます。宇佐神宮の鳥居はデザインが独特で、額や額塚がないのが特徴です。近くで見上げてみるとかなり迫力があり、柱の上に黒い台輪が置かれているのも特徴と言えます。宇佐神宮境内の鳥居はすべてこのデザインの鳥居で統一されています。宇佐神宮は全国八幡宮の総本宮として知られる神社です。宇佐神宮では外来の仏教をいち早く取り入れ、境内には神社でありながら弥勒寺が建てられていました。創建されて間もない7世紀末頃にはすでに寺院が建立されていたこともあり、神仏集合の発祥の地として知られています。勝負運の神様として知られており、大分県一のパワースポットとして観光客に知られている神社です。手水舎を過ぎて突き当たりまで進むと原江戸と呼ばれる場所が見えてきます。手水舎で清めた後、さらにこちらで汚れを払って上宮の参拝へ進みます。宇佐神宮の境内の周囲は一井菓子という木を中心にした原生林に囲まれています。神秘的な雰囲気をより引き立てているこの原生林は国指定の天然記念物に指定されています。若宮神社は王神天皇の若宮である大佐々木命仁徳天皇と王子を祀っているため、若宮神社という名前が付けられました。厳かな空気を感じながら上宮に向かって参道を歩いていきます。撮影当時は本殿などの改修工事が行われていましたが、2025年2月改修工事は完了しているそうです。宇佐神宮では2礼4拍手1礼という作法で参拝するように勧められています。太古の昔から延々と受け継がれてきたものであり、起源は不肖とのこと。上宮の三の御殿前には推定樹齢約800年と言われる大楠があります。近くで見ると幹の太さに驚きます。EXILEの宇佐さんがこのオークスにアルバムのミリオンヒットを祈願したところ成就したという逸話もあります。宇佐神宮にはゲブーマイラネ肩参りという言葉が昔からあるので、
上宮を参拝した後には下宮にも参拝しておきましょう。もともとは神様へ捧げる食事を調理する場所だったと伝わっており、上宮と同じご祭神です。上宮と同じように2礼4拍手1礼で参拝しましょう。双子寺の参道の始まり、仁王像の前にある無名橋です。橋の下には観音様が祀ってあり、信仰心のないものでもこの橋を渡ればなぜか信仰心が湧くと伝えられています。双子寺といえば仁王像と言われるほど立派な仁王様が参道両脇を固めています。2メートルを超える仁王像はとも筋肉質で彫りが深く力強さを感じる双子寺のシンボルです。山門へと続く苔むした石段は周囲の深い緑と調和して自然のエネルギーに満ち溢れ、癒しのパワースポットになっています。立派な護摩堂が立っています。鎌倉時代に作られたと伝わる不動明王がご本尊として祀られていて、厄除けなどを祈願する護摩焚きが毎月28日に行われます。護摩堂の近くにある大木しぐれ紅葉、見上げると晴天の日でも雫が落ちてくると言われるしぐれ紅葉から先に進むと、小川に鬼橋と呼ばれる大きな一枚岩の橋がかかっています。昔、千徳坊という怪力のお坊さんが双子山から引き下ろして橋にしたと伝わっています。大講堂、釈迦三尊像、天台、蓮行両大師像を奉安しています。一般に講堂は法を解き、論ずる道具として建立されますが、国東半島の場合は、その他に旧正月修正鬼会の道場となります。神仏集合の証、奥の院に通じる鳥居、お寺に鳥居と不思議に感じるのではないでしょうか。双子寺を含む国東半島に広がる寺院群は、宇佐神宮の八幡神の化身である仁門菩薩によって開かれ、その後山岳仏教六号満山として発展していく中で、神を仏とし仏を神とする神仏集合文化が生まれ、このようにお寺に鳥居があるのです。岩をくり抜いて作られた奥の院には、11面千手観世音菩薩が祀られています。古来より子授けの信仰があり、近年は子宝参りのパワースポットとして有名になっています。
長岩屋さん天然寺。天然寺は本尊に聖観世音菩薩をお祭りし、裏山には峰入り下りの難所の一つ無明橋が控える修験道場でもあり、国の重要無形文化財指定の終生鬼界の寺として有名です。現在は住職がおらず、地域の管理により今日まで維持され、長安寺の住職がお務めをいたしておりますが、旧正月の7日に行われる終生鬼会は県内外より多くの参拝者でにぎわいます。また天然寺の前を流れる川の真ん中に鎮座する川中不動尊は、川の氾濫を収めたお不動産として信仰され、今日まで守り受け継がれております。牧王道は六号万山本山本寺八箇寺の一つとして36号を有し、六号万山寺院最大の寺院であった牧三殿成寺の故地として今も多くの仏像を守り続けています。約700年前に火災のため焼失しましたが、現在は江戸時代に再建された小さな右不堂と収納庫が建っているのみとなっております。牧大道は大分県豊後高田市の県道655号線沿いにあります。幻の大寺院殿成寺の王道に伝わった9基の仏像、木造阿弥陀如来坐像、像高216センチメートル、ヒノキ材の寄せ木造り、彩色は肉心に漆白、螺髪に群青、衣に朱色が見られます。節目がちな円満層に包囲の流れるようなリアルな衣紋は、11世紀後半に京都で流行した行長様の様式を取り入れています。牧王道は撮影禁止でしたので、ホームページの写真からご案内します。幻の大寺院殿成寺の王道に伝わった9基の仏像、鎌倉時代の
六号満山の様子を記した六号山諸言行書道訳斎藤目録写しによると、菊山には上六の阿弥陀如来、不動明王、大異徳明王が今と変わらぬ組み合わせで安置されていたということが分かっています。木造四天王立像。阿弥陀如来を四方から守護する四天王は、阿弥陀如来像より少し後、在地仏師によって制作されたと考えられています。像高はすべて160センチメートルほどで、ほとんど人間のサイズで作られています。木造不動明王および二道地像。像高255センチメートル。茅材の寄せ木造り。木彫りの不動明王としては日本最大級。二道地は130センチメートルほどで、ヒノキ材、寄せ木造り、木彫りの不動明王としては日本最大級です。木造大異徳明王像。像高241センチメートル。クスノキ材の一木造り。我が国最大の大異徳明王像です。西方を守護する阿弥陀如来の化身で、阿弥陀如来、文殊菩薩が悪鬼と戦い、人々を教え導くために、それぞれ明王、水球の姿に変じたとされています。大蔵寺は中世には今熊野山と呼ばれた寺院で、国東半島の峰入りの入り口にもなる寺院です。かつては修行僧や修験者を多く抱える修行の寺であったとされている。寺に残る鬼絵面は国東半島でも最大のものです。磨崖仏に行くには坂道が急な石段が続くため、受付で杖を勧められました。なだらかな坂道が続きます。少し坂がきつくなってきましたが、緑に包まれて爽快です。鳥居の先に鬼が一夜で築き上げたという伝説が残っている石段があります。昔この地域にいた鬼が権現様に人間の肉が食べたいと願います。日暮れから翌朝までに100段の石段を作れば許そうと権現様は言ったのですが、なんとあれよあれよという間に99段まで積み上げ、最後の一段を完成させようとした時に、権現様がコケコッコーと夜明けを告げる鳴き真似をしたのです。鬼はこの声を聞いて、権現様に食べられると最後の石を抱えて逃げて、1里半6キロほど走り、息が切れて苦しいので、石を放ったら杵築市三高の立石で力尽きたと言われ、里人たちは権現様のおかげで安心して暮らせると感謝したそうです。目前の絶壁には巨大な不動明王像、その右に大日如来像。不動が高さ約8メートル、大日が同じく7メートルほど。12世紀頃、鎌倉時代前期の作と言われる不動明王。
じっとこちらを見下ろしてくる感じです。11世紀頃、平安時代後期の作と言われている大日如来。その姿はあまりに自然で周囲の風景に溶け込んでいます。石段は魔骸仏よりさらに上へ続いています。頂上まで登ってみると、そこには熊野神社の本宮がありました。神仏集合の傾向が強い国東半島ですが、魔骸仏のすぐそばに神社があるというのは、その思想を色濃く表していると言えるでしょう。魔骸仏で不動明王像の右下に彫られていた魔骸神像は、熊野社本宮に祀られている神様であると考えられています。富木寺は豊後高田市富木にある天台宗の寺院で六号満山本山本寺の一つであった西永山高山寺末寺とされています。富木寺の入り口には室町時代に作られたと伝わる阿吽型の石の仁王像がおられました。山門から石段を登ると、目の前に見えるのが王道です。日本三大阿弥陀堂の一つで、貴重な平安時代建築物であることから国宝に指定されています。王道の屋根は黄牛造りと呼ばれる美しいカーブと4枚の屋根がすべて三角形になる形をしています。王道の周囲には、僧侶が修行の時に使用したとされる梵字が刻みつけられた仁門石や、鎌倉時代の笠塔場、室町時代の国東塔などがあり、かつての富木寺の繁栄ぶりを偲ぶことができます。大堂内部は撮影できませんでしたので、県立歴史博物館の資料をご覧ください。大堂内部の壁画は平安時代の彩色が残る重要文化財です。本尊の阿弥陀如来像は970丈にも及ぶ一本の茅の巨木から六号満山寺院を開基したとされる仁門菩薩の手によって作られたと伝えられています。極彩色で描かれていたという調査結果から、県立歴史博物館に忠実に再現されています。大堂裏の石段を少し登ると、奥の院、薬師岩屋があります。山肌に露出した岩肌を削り、銅を作ったもので、三つどもえの門が入った紫の門幕が吊るされています。堂内には3体の石仏が安置されており、うち2体は薬師如来でしたが、残りの1体は
風化が進んで造葉は判別できないほどでした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントなど励みになりますのでお願いいたします。